今ナッツ RV 京都店にいます。今日はですね、9月20日に発売されたばかりの新型キャンピングカー、このジープニーで車着旅に行ってきます。ベース車両がトヨタカムロードキャブコンと呼ばれるキャンピングカーですが、価格がハイエースなどのバンコンと同じぐらい安く、サイズがスリム、全幅2メーター、全長が5メーター以下と日本の駐車場に収まるサイズです。自分今ライトキャブコン乗ってるんですけど、やっぱりパワー不足感じるのでめっちゃ欲しいです。実際に使ってみてよかったら購入候補に入れたいと思います。車内はこの家庭用エアコンが標準装備、このソファーの下に鉛バッテリー3台標準装備です。ナッツ RV さんは走行充電が強力なんですよね。エボライトという強力な走行充電も標準装備です。ちなみに鉛バッテリーはオプションでリチウムバッテリーに変更可能です。後方にはマルチルームと常設2段ベッドがあります。バンクベッドもかなり広いです。ここで寝るのが楽しみです。自分が面白いなと思ったポイントなんですけど、これ冷蔵庫なんと2ドアなんですね。そして 12V 電源です。これ珍しいですね。こんだけ広かったら家族での車中泊も余裕です。スリムなキャブコンということで、街乗りや買い物、普段使い支障ないのか確かめます。今日は京都の市街地で車中泊し、明日の朝京都観光します。京都市内、車で行ったことある方ならわかると思うんですが、混み合います。そして道も狭いです。果たして無事に戻ってこれるでしょうか。明日の夜は高速道路旅に出て、高速道路での性能も確かめます。そして旅が終わったらナッツ RV 京都店さんに戻ってきて、実際に見積もりをしてもらおうと思います。スペックはこちらにまとめておきます。価格は2ダブルタイヤガソリンエンジンで798万6000円税込みです。これ諸経費込み込みでいくらになるんでしょうか。そちらも楽しみです。今回自分が一番気になっている点がガソリンエンジンです。この車はガソリンエンジンです。ディーゼルと比べてパワーを劣ります。しかし価格が安い、走行問題ないレベルでしたらガソリンでもいいですよね。そこを体感します。あと気になるのがボディがスリムなんで、走行時風の抵抗少なそうですよね。車内で気になる点はこのボディ断熱ですね。断熱と遮音性に優れてます。ナッツ RV さんの上位機種と同じ高断熱コンポジットパネルを採用してます。中に 35mm の断熱材が入っていて、その外側は FRP になります。今回の2泊3日で遮音性と断熱を体感します。さあ、それでは出発します。前は3人座れるシートですね。運転席のシートはランバーサポートついてます。なので腰に優しそうです。はい、それでは安全運転で行ってきます。はい、乗ってみてまず感じたことが、このガソリンエンジン意外と普通に走ります。なんか普通っていうのは重かったりとか加速が遅かったりとか、そういうのは全くなく、乗用車のように普通に走ってくれます。そして乗り心地なんですけど、リアがダブルタイヤで、これ足回りショックとか何もいじってないので、少しゴツゴツ感はあります。はい、今ちょうど赤信号で止まってるんですけど、先頭になりましたんで、フル加速でタイム測ってみます。はい、結構上りです。はい、上りでキャンピングカーには辛い条件でした。このぐらい加速してくれたらどんな道路でも大丈夫ですね。このキャンピングカーのエンジンはガソリンエンジン、最大出力132馬力、最大トルク179ニュートンということで、街乗り心配していたんですけど全く問題ありません。加速するときに少しエンジンの回転数は上がるんですけど、スムーズに走ってくれます。あとは高速道路とかですね、途半車線の上り坂80キロキープできるのか、またはそこから再加速できるのか、その辺は明日高速道路で検証します。それでは今日の車中飯の買い出しするために近くのスーパー寄っていきます。はい、到着しました。ここは高さ制限がありません。助かりました。屋上の方は高さ制限2メーターですね。この1階の方は大丈夫なのです。京都市内のスーパー西友に来ました。駐車してみてなんですけど、こっち側は線にぴったし合わしました。反対側です。こちら側はほんの少しだけ余裕があります。後ろもほぼ線にぴったしに合わせました。前も
枠内にギリギリ収まっています。やっぱりこの安心感ですよね。 2m×5m の枠内に収まるんで、どこでも心配なく気兼ねなく止めれます。これだったら旅の途中コンビニも気軽に立ち寄れます。こういった入り口の機械のところ、よく雨よけがあって高さ制限があるところあります。ここの駐車場は全然出っ張ってなかったんで大丈夫なんですけど、そこだけ気をつけないといけません。いやー、しかしこのジープになんかロゴがポップなんで可愛く見えますね。白がベースなんで、もうザ・キャンピングカーというデザインですね。運転席サイド後ろに外部電源の入力とガソリンタンクがあります。ここはバゲッジ、ゴミなど収納するのにちょうどいいですね。その上はリアのバゲッジ。ここ開けるとリアベッドの下ですね、すごい広大なスペースにつながっています。その横はマルチルームにつながっています。で、今回はこちら車中泊のアイテムなどを入れてます。リアは窓が2つあります。反対側助手席側にもリアのバケッジの扉、そしてここはエアコンの室外機が設置されています。これは冷蔵庫の熱を逃がします。ここにも小さいサイド収納があります。で、こちら側はメインバッテリーが収納されています。この入り口のドアの上に LED ライトがあります。これなら夜も安心ですね。いただきます。初めてジープニーでくつろいでみて感じたことなんですけど、この窓めっちゃ広いです。もう開放感半端ないです。そして車がスリムということなんで、結構中窮屈なんかなと思ったんですけど、全然広いです。で、このソファーもかなり奥行きあって座りやすいです。ちょっとここだけですかね。ここが冷蔵庫行くときに少し狭いなと感じましたが、それ以外は全然問題ありません。こっちのソファースペースに関しては、自分普段ライトキャブが乗ってるんですけど、それより全然広く感じます。冷蔵庫はこの下の冷蔵部分に2泊3日の食料やビールなど入れました。で、上は冷凍庫になってるんですけど、今回は何も入れてません。冷凍食品も扱えたらかなり車中飯の幅広がりますよね。もう忙しい時の車中泊なんか、冷凍食品買っといて上のレンジで温めるだけで美味しいご飯が食べれます。冷蔵庫の横に清水タンクとお水タンクがあります。お水は満タン入れてきました。シンクも結構広いんで、後で車中飯作って洗い物して使い心地を確かめます。今から行くとこなんですけど、ここから結構近くて京都市内の銭湯に行きます。そこはなんと1500円払えば駐車場で車中泊できる神スポットです。カーステイというアプリで予約しました。温泉入った後サウナ入って、もうこの駐車場でビール飲んで宴する、考えただけでワクワクしますね。キャンピングカー遠くにいて旅行も楽しいんですけど、やっぱりこういう近場で普段使い、仕事帰りなどでも使えると使用頻度がぐっと上がりますよね。そういった意味でもこのスリムなキャブコンは価値があると思います。それでは再出発します。はい、この街乗りでのブレーキングなんですけど、もうよく止まります。キャブコンって結構制動距離長いんですけど、もうこのぐらいの速度域でしたら問題なく止まってくれます。ただ普通の車に比べたら制動距離は長いので、車間距離はこういった街中では多めにとった方がいいと思います。はい、左折します。しっかり減速して、で軽くアクセル踏んで後輪にトラクションをかけて曲がっていきます。あ、やっぱちょっとロールしますね。はい、一番ロールしにくいように少しアクセル踏んで速度も落として走ってるんですけど、やっぱり多少ロールはあります。というのもこれ足回りノーマルなんですよね。なので現状は柔らかくなってます。これを強化ショックアブソーバーやスタビライザーなどを入れたらかなり変わってくると思います。このノーマルのままで明日高速道路どのぐらい風に煽られるのか、そこも体感します。はい、到着しました。これ入るとき段差確かめます。あ、
構揺れますね。やっぱりこの車重に対して足回りが柔らかいんだと思います。なんで揺れてからの余韻が結構あります。はい、到着しました。お風呂入ってそのままお酒飲める神スポットです。はい、今日駐車場結構混んでいて、この端の方に止めました。この横幅は問題なく止めれたんですけど、後ろが柵になっていて上止めまでバックできませんでした。なので前がほんの少しはみ出ています。お風呂入って駐車場空いていたらまた違う場所に止め直します。駐車場今アプリで確認したら向こうですね。こっち側第2駐車場で、向こうが第3駐車場、カーステの車着スポットのようです。こっち側に広めの駐車場ありました。これコーン置いてるとここは有料っぽいですね。駐車場の敷地内に綺麗なトイレがあるんですけど、ここは夜の12時までしか使えません。12時以降は近くのコンビニのトイレを借りる感じになります。やっぱりキャンピングカーの中にトイレあったら車着スポットの幅が広がりますね。それではいただきます。車中飯を作ろうと思って用意していたんですけど、ビールあれから楽しすぎて6本飲んでしまいました。で、眠たくなってきました。なので車中飯はまた明日作りたいと思います。今日寝る場所なんですけど、リアベッドの下にも毛布とか敷布団敷いてます。今日はこちらで寝ます。リアベッド、これ下にウッドスプリング入ってます。なので寝心地はかなりいいと思います。ベッドのサイズなんですけど、長さが 1806mm、 横幅はこの上半身が広くて、足元がマルチルームの影響で狭くなっています。この上半身の一番広いところで 820mm です。ジープにはレイアウトもう一つあります。このマルチルームがないタイプですね。その場合はリアベッドが広くなって長さは 1806mm と変わらないんですけど、横幅がなんと 1400mm とかなり広くなります。明日はこの広いバンクベッドで寝ています。バンクベッドのサイズなんですけど、この長さは 1806mm 変わらず、横幅が 1790mm とかなり広いです。ただ向こうの方は狭くなっているんで、その辺がどう影響するのか明日確かめます。寝心地はどうでしょうか。結構これ沈みますね。なんかしなってるのが分かります。これリアベッドの上の部分なんですけど、これ全く同じのがこの下の段にもあります。すごい寝心地いいですね。寝返り打ってもしっかり吸収してくれます、衝撃を。上半身はかなり広いんですけど、やっぱ足元はちょっと狭いですね。寝返り半分打てるといった感じです。また明日の朝起きてから寝心地どうだったかお伝えしたいと思います。明日はいよいよ京都市内かなり混んでるところをこのジープリンで走ります。京都市内のコインパーキング止めれるでしょうか。車止めたら京都観光車ですね。お寺など歴史ある場所ばっかりです。それではおやすみなさい。
すり眠れました。もう本当に熟睡していました。このマット、そしてウッドスプリング、すごいですね。もう家と変わりません。ただこの足元やっぱりちょっと狭いんで、これは人を選ぶと思います。自分は大丈夫だったんですけど、体を1回転して寝返りができないので半回転ぐらいになります。それが辛い人はリアベッドは難しいかなと思います。興味ある方は電磁車などで一度寝た方がいいかもしれません。今現在の車内の気温は 23.6 度、外気温 22.6 度とかなり過ごしやすいです。もう車中泊の季節ですね。昨日夜中はエアコンつけていたんですけど、寝る前にはもう切っていました。現在のバッテリー残量は 62% です。このソファーの下に設置されている鉛バッテリー3つ 300Ah は 50% 以下になるとあまり使わない方がバッテリーが長持ちします。なので実質残り 12% しか使えません。今は涼しいんで大丈夫なんですけど、これ夏場だったらやっぱり鉛バッテリーじゃしんどいかもしれません。気になっているのがこの走行充電、すごいこのキャンペーンが強力なんですよね。なんでできるだけ使うだけ使って今日また走行して何%増えるか検証してみます。今日は京都市内走行して観光もしますんで、朝ごはんはちゃちゃっと済ませます。このレトルトのご飯ともうこのレトルトの鮭ありますんで、こちらで和風朝定食作ります。一瞬で作れました。それではいただきます。まずは味噌汁から。ごちそうさまでした。いや、簡単で早くて満足しました。ちょっと暑くなってきたんでエアコン、冷房つけました。納豆ご飯美味しくて大好きなんですけど、これ結構茶碗にこの納豆のネバネバがつくんですよね。今回はサランラップなど下に敷いてません。このギャレで実際に洗い物してここの使い心地確かめます。はい、問題なく洗いました。納豆の滑りも綺麗に取れました。蛇口なんですけど、こんな感じで伸びるんですね。なんで大きい鍋とかもこうやって洗えると思います。はい、それでは出発の準備します。今から街乗りで1時間ぐらい走行しますんで、この走行充電器どのぐらい充電されるか調べます。現在 58% です。でこれチャージって出てるんですけど、これが 5.8 アンペア、これ屋根に 280W のソーラーパネル、これはオプションなんですけど、この車両は設置されています。冷蔵庫の消費電力と相殺されて現在 6.9 アンペア、だいたい5アンペアから7アンペアぐらいの充電が現在されているようです。でエンジンつけてアイドリング状態にすると、お、すごい
61アンペア入力されてます。ソーラーパネルを抜くとだいたい55アンペアぐらいアイドリングで発電されてます。このぐらいの発電量あれば走行中リアの家庭用エアコンこちらつけてもサブバッテリーに電力が充電されていくかもしれません。60アンペアの発電量ということは 12V 換算で 720W ですね。はい、今エアコンつけて10分ぐらい経ちました。で、設定温度20度にしてかなり冷たい風が出ています。この状態でなんと30アンペア以上発電されています。これはすごいですね。自分が乗っている軽キャンピングカーやライトキャブコンは20アンペアぐらいの発電量です。家庭用エアコンつけて消費していてもそれ以上に電力が作られています。すごい強力な走行充電ですね。これ走行してエンジンの回転数が上がるともっと発電量上がると思います。どのぐらい回復するか楽しみです。ただ現在の外気温は28度とそこまで高くないので、もっと暑い日33度とか超えてくるとエアコンの消費電力はもっと上がってくると思います。この車両走行中のリアクーラーがないんですよね。なんで夏場心配していたんですけど、この家庭用エアコンずっとつけっぱなしでも問題なさそうですね。発電量下がってきましたね。エアコンの消費電力は上がってきたのかもしれません。現在10アンペア発電しています。20アンペアだいたいそれぐらいを今行き来してます。ここのミラーしまい忘れてました。こんな感じで手で収納できます。反対側ここは中にスイッチがあって電動で格納されます。いやー、しかしここの車中スポット何回来ても最高です。京都の観光もすぐできますし、大阪も比較的近いです。夜もかなり静かでした。1500円でカーセイというアプリでネットで予約するだけで受付しなくていいのも楽ですね。敷地内にはこういった電動自転車のレンタルもやっています。なのでこれで観光行くのもいいですね。これはここで借りてもまたここに持ってこなくてもいいんですね。好きな場所でアプリで選んで返却するそうです。唯一ここの車中スポットの難点がトイレ夜中は使用できません。近くのコンビニこの橋を渡っていくんですけど、だいたい徒歩で10分ぐらいかかります。もう夜12時以降はすぐ寝るかトイレに乗るキャンピングカーで来た方がいいと思います。この助手席のミラーなんですけど、電動格納スイッチが車内のここにあります。こんな感じで電動で格納され、このボタンをもう一回押すと展開されます。これは便利ですね。それではここからかなり混み合います。さらに慎重に安全に行ってきます。高さ制限来ました。 4.5 メーターです。この車は 2.8 メーターなんで問題ないです。やっぱり街走っていると突然こういった高さ制限来ますんで、やっぱりキャブコンはこの辺気を使います。この辺はさらに混み合っています。ちょっと渋滞もしてきました。はい、これで一番左の車線を走っているとやっぱりこうやって止まられてる車がたくさんいてるんですね。こういう時やっぱり気を使います。まだ路側帯が広いんでいいんですけど、狭いとこだったら一旦右車線に入らないと走行することはできません。やっぱりこの車ブレーキよく効きますね。街中この信号がよくあるんでストップ&ゴーが多いんですけど、しっかり止まってくれるんでかなり安心です。ここなんですけどね、かなり広い駐車場なんで行けると思うんですけど、高さ注意 2.5 メーターまで。でもこれ券売機でとこだけですね。ちょっとチェックします。ここ離れてるんで行けますね。こうやって降りて発見すれば行けそうです。いやー、少し肝を冷やしました。ただ中入ると結構広いんで車は止めれそうです。駐車場の線1本だけなんで、ちょっと周り車いないとこ探します。はい、かなり緊張感を漂う駐車だったんですけど、なんとか無事止めれました。車が混み合ってビルが立ち並ぶ大都会の京都市内です。駐車場のラインが1本しかない狭い駐車場なんであまり止めたくなかったんですけど仕方ないですね。横幅はこのぐらいしか余裕がありません。後ろぴったり線に合わせて前もぴったりという感じです。隣に大きい車来たら出入り難しそうですね。駐車場は結構空きがあるんで大丈夫だと思います。駐車料金は平日で1時間300円、7時から8時まで最大で1500円のようです。これがさっきの入り口なんですけど、この剣の出るところ、この上に屋根がありました。でここ横幅結構あったんでずれたら問題なく行けました。たまにこの屋根がガッてこっちまで出てる時あるんですけど、そういうところはキャンピングカー難しいと思います。でも無事この大都会でもキャブコン駐車することができました。
ミラーは折りたたんでおきます。そして約1時間走行して 60% から 72%、12% 増えました。なのであと1時間半ぐらい走行したら 100% まで戻りそうですね。これだったら連泊の車中泊旅でも気兼ねなく電気使えますね。それでは今から京都観光してきて、昨日は眠たくて夜料理しなかったんで、お昼ご飯はここで車内調理してみます。この辺近くにですね、神社やお寺がたくさんあります。平安神宮が近いようなので行ってみます。はい、街中の駐車場なんですけど、こういった狭い場所でも意外とキャブコン止められます。青空駐車場だったら高さ制限ないんですけど、この横幅ですね、ここだけ気をつけた方がいいと思います。こういった駐車場も入り口発見器のところ何も高さ制限ないので大丈夫です。ただこんな感じで真ん中だけ空いてる場合はちょっと止めにくいですね。両サイドが狭くなります。橋だったら結構こっち側に押したら反対側空きますんで問題ないと思います。こういうのが理想ですね。もう1台だけ別枠で横何もないとこです。あとはこんな感じでよく注意書きあります。ここに重さ制限ですね。ここは重さが2トン以下なのでキャブコンは難しいですね。観光地などキャンピングカーで旅行行く場合は周辺のコインパーキング先に Google マップのストリートビューでチェックしておくと当日はスムーズに止めれると思います。あの先に大きい鳥居が見えてきました。迫力満点ですね。この先に平安神宮が見えます。やっぱり近く来ると迫力すごいですね。門をくぐります。うわ、赤と屋根の緑のコントラストがすごい綺麗ですね。平安神宮は平安遷都を行った桓武天皇を祀る神社として創始されたようです。中は撮影禁止のようです。またジープに戻ってから動画撮っていきます。1時間ぐらい歩きました。いい運動になりました。車内ムシムシします。現在 28.8 度ですね。エアコンつけていきます。おみくじ引きました。で、末吉でした。気になるのがこの移転ってあるんですけど、触りあり急ぐな。今から移住しようとしてるんですけどね、大丈夫なんでしょうか。いつもおみくじは神社に結んで帰ってるんですけど、たまにはこうやって持って帰ってきてじっくり読むのもいいですね。それではお昼ご飯を調理します。今日は簡単にできる炭火焼き鳥の親子丼にします。こういった鶏の炭火焼き、これコンビニに買ったんですけど、コンビニやスーパーでよく売ってますよね。レトルトのパック、真空パックとかもよく売ってます。これにめんつゆと卵を加えるだけでめちゃくちゃ美味しいんです。調理も簡単ですぐできるんで家でよく食べています。卵割れてますね。これ凍ってます。卵、この2ドアの 12V 冷蔵庫の下の方に入れてたんですけど凍ってます。この冷蔵庫の冷蔵能力は本物です。ご飯はもう簡単にこのレトルトの玄米を電子レンジで温めます。先フライパンにめんつゆ大さじ1、そしてお水約 150ml、 ここに炭火焼き鳥をもう全部入れていきます。そして蓋をして一煮立ちさせます。IH 調理器はこのキャンピングカーのサブバッテリー、ここにインバーターを経由した AC コンセントがあります。挿していきます。でこれはいつも自分のキャンピングカーで使っている卓上レンジフードです。これも AC コンセントなんで挿していきます。今エアコンで冷房使用してるんですけど、同時使用大丈夫でしょうか。はい、全部今使用した状態でマイナス86アンペア。このキャンピングカーのインバーター1500ワットまでアンペアアワー換算で120アンペアぐらいは大丈夫なんでまだ余裕があります。はい、じゃあここに溶き卵2つ入れていきます。ちょっと卵を固めるために一瞬蓋します。いい感じで固まってきました。美味しそうです。最後にネギをかけて完成です。ちょっと丼がないんでこのお皿の上にのせていきます。いや、美味しそうにできました。それではいただきます。
ごちそうさまでした。いや、普通の鶏肉の親子丼より自分はこの炭火焼き鳥の親子丼の方が断然好きです。最後にこのフライパンとお皿洗ってからこのジープニーで初めて車中泊してみて感じたメリットデメリットをまとめてお伝えします。はい、綺麗になりました。実際の車中泊旅で感じたメリットデメリットをお伝えします。走行編と車中泊編に分けます。まずは走行編のデメリットからお伝えします。やっぱりキャンピングカー、こちら足回りカムロードのノーマルなので、コーナリング時ロールします。右に曲がるときはこう外側ですね、左側に倒れるような傾きがあります。やっぱり車重に対してショックアブソーバーが柔らかいんだと思います。ロール以外でも柔らかいのを感じたところが、停車しているときじんわりアクセル踏んで進むんですけど、その時ですね、この頭が上がるような挙動があります。リアが下がって頭が上がるような感じです。やっぱりこれはオプションの強化ショックアブソーバーに変えたいですね。あとはこのタイヤのトレッド幅ですね。リアのこのタイヤとタイヤの間です。これがガソリンの方が狭いんですね。でディーゼルの方が広くなります。ロールを感じるのはその辺も影響しているかもしれません。気になるのは高速道路での強風の横風の煽りと、あとはトラックに抜かれる時の風の追い越しの煽りですね。これは今日高速道路で走って体感してみます。これリアがダブルタイヤ仕様なんですけど、路面の衝撃ギャップなどはすごいやっぱ伝わります。ダブルタイヤになってもしものバースト時の安全性は格段に上がるんですが、これはもうキャンピングカー全般に言えることなんですが、800万900万円の高級車でも乗り心地はトラックです。リアにエアサスをつければ多少改善されるんですけど、エアサスはかなり高価です。これはオプションのバックミラーなんですけど、これがねやっぱりどのビルダーさんもつけているんですけど、距離感がやっぱ難しいですね。この辺結構離れてるなと思っても、もうベタ付けぐらい近いです。普通の車間距離だともう本当に点みたいな感じで車種を特定するのが難しいぐらいちっちゃいです。これ日本車でよくある横長の普通のミラーと変わらないような見え方のデジタルインナーミラーとかオプションでないんですかね。やっぱり全長5メーター以下、全幅2メーターの恩恵は大きいです。今回実際に京都観光行きましたが、どこもぶつけることなく無事終わりました。こういったコインパーキングも普通に止めることができました。高さ制限と重さ制限さえ気をつければ都会でも十分駐車できます。車中泊旅の途中でスーパーやコンビニも気兼ねなく行けるのはかなりポイント高いですね。自分ライトキャブコに乗っている理由に駐車場に収まるサイズだからというのがあるんですが、同じサイズならカムロードの方がパワーもあるしいいですね。心配していたガソリンエンジン、街乗り余裕でした。普通に走るのはびっくりしました。多分皆さん乗ってみれば絶対納得すると思います。街乗りの60キロまでの加速は十分。コンパクトカーや軽自動車のターボ、自分は N 版のターボモデル持ってるんですけど、それと全く変わらない走り見せてくれました。この大きい車体でガソリンエンジンでここまでスイスイ走ってくれたら街乗りは文句ないです。これ画面ではちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、リアがちょっとだけ上がってます。キャブコノーマルの状態だとリアが下がってるキャンピングカー多いんですけど、そうなると走行性能がかなり悪化します。これはリアがちょっと上がってるぐらいなんで家族乗っても問題ないと思います。この純正の足回りのままロールが気にならない方であれば、もうこの純正のままの足回りで問題ないと思います。これも意外だったんですけど、この大きい車体なんですけどブレーキ本当よく止まりました。やっぱりキャンピングカーなんで制動距離かかるので車間距離を多めに取っていってよく割り込まれたんですけど、ブレーキがよく効いたんで安心して街乗りこういった都会でも走れました。これガソリンエンジンなんでアイドリングが静かなんですよね。一度エンジンかけてみます。これ分かりますかね。エンジンの真横なんですけどアイドリング状態であんまり聞こえません。ディーゼルエンジンだったらもっとアイドリング時落とします。住んでる場所が住宅の密集地だったら出発するときや帰ってくるときも気を使いますよね。静かなのはメリットだと思います。それでは次は車内のメリットデメリットです。これ家庭用エアコンも標準装備でかなりいいんですけど、FF ヒーター、キャンピングカー専用の暖房と天井の換気扇、マックスファンがありません。このエアコン暖房もいけるんですけど、鉛バッテリーだったらあんまり長時間持ちません。なのでやっぱりキャンピングカー専用の暖房 FF ヒーターはあった方がいいと思います。ちなみに FF ヒーターはオプションで21万6690円、マックスファンは8万7340円です。この2つ付けられる方多いと思うんですけど、両方とも付けると35万ぐらいアップになりますんでお伝えさせてもらいました。
走行中エンジンで動くリアのクーラーがありません。なんか昔のキャンピングカーは全部ついてたんですけど、最近のキャンピングカーは全然ないですね。家族で乗られる方はこの後ろ暑くなりますんで、冷房は必須です。この家庭用エアコンですね、走行中問題なく使えます。このジープニーには強力な走行充電器がついてますんで、この家庭用エアコンを使っても消費と発電相殺されても少しプラスで発電されていることが分かりました。ただですね、そうなるとサブバッテリーの充電がほとんどされません。真夏の連泊の車中旅ではサブバッテリーがなかなか満タンにならずに電力不足に陥るかもしれません。この冷蔵庫の位置なんですけど、取り出す時にこんな感じでいくんですけど、ここがかなり狭いんですよね。取り出す時にこの型がですね、両方挟まってすごい取り出しにくいですね。そしてちょうどこの型がですね、ここのスイッチに触れてしまって何回か消えることがありました。男性の方は気をつけた方がいいかなと思います。冷蔵庫の電源スイッチは2箇所あります。一つはこの冷蔵庫内にあります。で、もう一つはここ入り口にあるんですけど、これを押すと全てが切れます。で、照明のスイッチはこの入り口に入ってから中上がって、このシンクの前のところですね、ここと、あとは天井についてる照明、ここそのままオンオフです。なので冷蔵庫つけたままなんか買い出しとか行くときはこのメインスイッチ切れないんですよね。これつけたままでここの照明を消していくしかありません。こんな感じですね。このエントランス付近に照明だけ切れるスイッチあったら便利なんですけどね。やっぱりですね、この夏エアコンを動かすときに標準でついてる鉛バッテリー3つでは真夏の車中泊はしんどいと思います。今ぐらいの季節、秋や春などはこれで問題ないと思うんですが、真夏も乗るならリチウムに変えた方がいいと思います。ちなみにオプションのリチウムバッテリー3個は49万5,000円のオプションです。このエントランスのドアなんですけど、この車のキー、これでドアが開いたりロックしたりします。これしかも運転席も連動されます。これ標準でついてるのすごいですね。今回めっちゃ便利でした。走行充電すごかったですね。実際にアイドリングでも80アンペアぐらい充電されていました。これ高速道路だったらさらに充電されそうです。やっぱり大容量のサブバッテリーになっても充電速度が遅かったら連泊の旅には行けません。この走行充電はかなり強い味方ですね。先ほどデメリットでちょっとドア開けにくいといったこの 12V 冷蔵庫なんですけど、性能はピカイチでした。この下の冷蔵の方は凍るぐらいよく冷えました。この車内で飲むキンキンに冷えたビールはめちゃくちゃ美味しかったです。今回使わなかったんですけど、この冷凍庫あるのもいいですよね。車中飯の幅がぐっと広がりそうです。今までキャンピングカーをたくさん見てきたから分かるんですけど、この家具の品質や立て付けの精度の高さはピカイチです。本当に細部まで隙間も当たり前ですけどないし、走行中のきしみ音とかも少ない方のキャンピングカーだと思います。最後にこのボディ断熱ですね。今回検証したかったんですけど、あまり熱くならなかったんで分かりませんでした。季節的にもうそこまで温度も上がらないんで検証できなかったんですが、もし明日の昼上がったら検証してみます。今日の夜はこの高速道路パーキングエリアでバンクベッドに寝てみます。喧騒の中どのぐらい外の音が聞こえるのか遮音性を体感します。いやー、もうこれは間違いないキャンピングカーですね。価格も安いし新車で納期は1年ぐらいです。こんなにもコスパいいと同じナッツ RV の上位機種クレやクレさん乗ってる方は怒るんじゃないでしょうか。あとはこのガソリンモデルの高速道路性能ですね。関西で一番きつい上り坂で高速域での上り坂の能力を調べます。ボディがスリムなんでここはあんまり出てないんですよね。なので風の抵抗も少なそうです。ただこのタイヤのトレッド幅がディーゼルより狭いので風でふらつかないか、その辺を体感してきます。あとはこの強力な走行充電、一般道では1時間で約 12% 増えました。高速道路ではどのぐらい増えるんでしょうか。実際に走行して検証してみます。ちょっと速度下がってきたんでアクセル踏み出します。騒音の音量調べておきます。雨音が聞こえてすごい心地いいです。このインスタントラーメンで今京都市内のコインパーキングにいます。
この新型キャンピングカージープニーで高速道路車中泊旅に行ってきます。昨日は一般道を走行し、京都市内で車中しました。このキャンピングカーの横幅全幅が2メーター、全長は5メーター以内と、キャブコンではスリムな車体なので都会でも問題なく旅ができました。今日の高速道路で体感したいのはガソリンエンジンモデルの走行性能です。関西で一番勾配のきつい上り坂がある名阪国道を走行し体感します。そしてスリムなボディということで、この後ろのボディがあまり出っ張っていません。風の抵抗を少し軽減されるんじゃないかなと思います。高い場所の高速道路での横風や大型トラック追い越し時の風の揺れがどのぐらいあるのか体感します。車中泊ではこの広いバンクベッドで寝てみます。これ引くだけでバンクベッドが延長されます。ここで寝てみてボディの遮音性を体感します。このステアリングのセンターに赤のビニールテープ貼っておきます。これで風に煽られた時どのぐらい修正ハンドルしてるか分かると思います。今日の高速道路の走行は夜なんでハンドルが見えないと思うんですけど、明日はよく見えると思います。ジープに強力な走行充電が設置されているんですけど、走行充電の発電量も調べます。昨日は一般道1時間走行して 12% 増えました。サブバッテリーは標準で鉛バッテリーが3台搭載されています。現在 49% です。高速道路で何%充電されるんでしょうか。ほとんど高速道路走りますんで燃費も継続します。ガソリンタンクは80リッターです。最後ナッツ RV さんに戻るんですけど、見積もりしてもらいます。本体価格新車のキャブコンでは破格の700万円台なんですけど、全て込み込みでいくらになるんでしょうか。楽しみです。それでは安全運転で行ってきます。はい、京都市内の駐車料金はいくらでしょうか。これ屋根があるんで降りないといけません。キャンピングカーは1500円ですね。7時間駐車していて1500円、結構安いですね。今回のルートなんですけど、新名神高速道路で三重県に行き、名阪国道バイパス道路を通って奈良県に帰ります。このルートは風も強いし上りもきついキャンピングカーにとって過酷なルートになります。高速入る前にガソリン満タンにします。ガソリンの給油口は運転席の後ろにあります。ガソリンリッター172円、満タンいきます。はい、トリップメーターリセットしていきます。高速道路入ります。はい、それでは合流します。今京都から滋賀へ向かう高速道路の途中なんですけど、結構車混んでいってあまり速度出せていません。現在70キロで巡航しています。この速度域ではまっすぐ走ってくれます。今のところ風が吹いてふらつく感じもありません。合流の時もパワー十分だったんでスムーズに合流できました。問題は上り坂ですね。そして最初に感じたのがこの車内結構静かです。走行風の風切り音もあまり車内に入ってきません。なんかもう普通の乗用車に乗ってるぐらいの遮音性です。これは長距離も楽そうですね。はい、ここから新名神高速道路に入ります。交通量も減って風はかなり強い高速道路です。今トラックが追い越しに入りました。揺れを体感します。追い越されました。はい、その後も3台4台とトラック追い越されたんですけど、その時の風圧ほとんど感じません。全くのゼロではないんですけど、もう本当にちょっとだけって感じです。こんだけ入れないとは意外でした。あとは高い場所での横風どのぐらい入れるかですね。後で体感します。はい、ちょうど高い橋の上走行しているんですけど、結構横風もきつくて車体に風が当たっていることがします。やっぱり多少揺れますね。ただですね、この横に揺れてもすぐ戻ってくれるような感じです。ライトキャブコンだと横風で揺れるとその方向に行ってしまうような感じがあるんですけど、これは車体下が安定しているようなそんなイメージです。なので怖さは全くありません。これガソリンエンジンじゃなくてディーゼルエンジンだったらリアのトレッド幅、タイヤの幅が広いのでさらに安定しそうですね。そちらも今度乗ってみたいと思います。はい、それではパーキングエリアで少し休憩して、また合流するときに加速のタイムを測ってみます。やっぱり初めての車で高速道路緊張しますね。少し疲れたんでトイレ行って休憩してから再出発します。こうやって改めてジープに見ると
どこからどう見てももうほんとキャブコンの王道という形でかっこいいですね。このロゴの黄色がアクセントになってちょっとポップな感じもします。このバンクの形状も空力を考えられているのかもしれないんですけど、結構直進安定性は良かったです。やっぱり車体のここの出っ張りも少ないんで、こう風が当たって抵抗する面積も少ないのかもしれません。個人的にかっこいいなと思うのがここですね。なんか F1 みたいでかっこいいですね。これ風を通して中を冷やすんだと思います。それでは再出発します。で、合流加速タイム計測します。せーの、はい。はい、なかなかの加速見せてくれました。最初踏み込んだ時あんまり反応しなかったんですけど、しばらく経ってからエンジンの回転数がゴーンと上がって、そこから力強い加速感ありました。背中に押し付けられるような感じはありました。加速車線走ってる時80キロ足したんで、合流はスムーズでした。これならどんな合流も問題なくこなせると思います。お腹空きました。じゃあ今日はここでご飯食べて仮眠させていただきます。トラックすごいですね。止めれるでしょうか。はい、ここ空いてますね。止めます。はい、到着しました。結構混んでるんですけど、普通車の方は空いてました。で、ここ大型車ずらっとエンジンつけて休まれてます。ご苦労様です。今日はここで寝てみて騒音を体感しています。高速道路の走行充電は何%増えたでしょうか。現在 67% です。約1時間半走行して49% から 67%、18% 増えました。一般道を走行した時も1時間で 12%、30分で 6% なんで、高速も一般道も走行充電の発電量はあまり変わらないようです。67% だとエアコンもガンガン使えないですね。車中飯はこの予備で持ってきていたポータブルバッテリー使います。いただきます。いやー、この夜のキャンピングカーの中ってなんか落ち着きますね。で、騒音なんですけどそんなにしません。トラックのエンジンの音は聞こえるんですけど、車内に響いてる感じはしません。一度この iPad のアプリのスペクトラムアナライザーで騒音の音量を調べておきます。このテーブルの上は63デシベルでした。自分はもう全然問題ないレベルです。キャンピングカーによってはこのバンクのところ、ここは音反響してすごいうるさい場合がありますんで計測しておきます。はい、バンクの上も同じ63デシベルでした。これだったらぐっすり眠れます。ジープニーのボディの遮音性は高いようです。これ中に 35mm の断熱が入ってます。これだったら車内である程度大きい声で喋っても外には聞こえなさそうですね。それではお腹空いたんで車中飯いただきます。で、今日なんですけど、このインスタントラーメンでインスタントラーメンの炊き込みご飯作ります。これめちゃくちゃ簡単で美味しいんですよね。今回お米はレトルトのご飯を使います。普通のお米からでも美味しいです。で、チャーシューはこれコンビニで買いました。こういうのよく売ってますよね。で、野菜こちらもコンビニです。まずはお米をほぐして入れていきます。次はチャーシューを細かくカットしていきます。はい、じゃあここに刻んだチャーシューと野菜適当に入れます。砕いた麺を入れます。お皿などで砕いていきます。はい、じゃあ麺も投入します。ちょっともうパンパンになってきたんで麺半分残しました。大きい炊飯器やったらもう1袋全部入れて大丈夫です。ここに粉1袋全部入れます。全体をかき混ぜて、最後にこのチャーシュー大きいやつをこの底の方に入れておきます。さあ、これであとはもう炊くだけです。
20分ぐらいで完成になりました。それでは開けてみます。できてるように見えます。一旦お皿に出してみます。さあこのままひっくり返します。せーのよっ。お、美味しそう。かなりいい感じですね。ここにごま油を垂らしてネギをかけます。卵黄をかけて完成です。うわ、もうすごい匂いです。それではいただきます。ごちそうさまでした。いや、お腹いっぱいになりました。雨降ってきましたね。屋根に雨音が当たる音がして、なんか雰囲気あります。それでは片付け先済ましておきます。お皿はこのクッキングシートとサランラップ巻いていたんで汚れていません。炊飯器はかなり汚れてますんで、このシンクで洗っていきます。はい、綺麗になりました。それではもうパジャマに着替えてバンクベッドの寝る準備しておきます。バンクベッドの展開なんですけど、これを後ろに引いて、そしてこのマットをはめるだけ。めっちゃ簡単です。ここにはしごをかけるフックありますんで、ここにはしごをかけます。バンクベッドのサイズなんですけど、この手前から奥までが 1790mm、 こちら横幅が 1806mm。 寝る向きはどっちがいいんでしょうか。こっち頭にしてこっち足、もしくはこっち頭にして向こう足ですかね。一回寝てみます。足を先っぽに向けて寝ると、ちょっとこれつま先が上に当たりますね。で、頭もこんな感じで少し出てるので、この向きはダメですね。はい、じゃあ向き変えてみました。あ、これなら大丈夫ですね。余裕で眠れます。で、高さもちょっと低いっちゃ低いんですけど、そこまで圧迫感ある感じはありません。問題なさそうですね。じゃあ下に布団敷きます。はい、じゃあこれで OK ですね。下に敷布団を敷いて、上はタオルケットで寝ます。これシングル用なんですけどぴったりですね。この横幅はかなり広いんで少し空いています。これ1人だけだったらこのマット外してもうちょっと奥にして狭くしても大丈夫そうですね。少し蒸し暑いんでこのバンクの窓を1箇所開けています。で、花焼け式なんで今雨降っていても中には入ってきてません。照明はここ手元で操作できます。あ、ここの一番メインの照明もここにスイッチあるんで、バンクからこんな感じで手が届いて便利ですね。やっぱりこのバンクからの眺め最高ですね。一人では贅沢なキャンピングカーです。雨音が聞こえてすごい心地いいです。これは深い眠りにつきそうです。明日はこのガソリンエンジンで関西で一番きつい上り坂を登ります。大型トラックやトレーラーなどは50キロくらいしか出ない坂です。どうなるんでしょうか。これで普通に登れたらガソリンエンジンでも全然ありだと思います。明日が楽しみです。おはようございます。いや、このマット寝心地良かったです。ち
ちょっと固めなんですけど問題なかったです。で広かったんで寝返りもできましたが、このタオルケットじゃ寒すぎて朝方起きちゃいました。もう足元の窓は閉めました。現在車内は 22.2 度、太陽昇ってきたんでちょっと上がってきました。サブバッテリーの残量が 45% ともう 50% 切ってしまいました。 50% 以下になると鉛バッテリーにとってあまり良くありません。なのでこれからも節電してできるだけ使わないようにします。昨日の大型トラックの騒音なんですけど全然大丈夫でした。で後ろにたくさん溜まってたと思うんですけど、夜中ですね、こっちの横側にもトラックが来てエンジンつけて休まれてました。それでも全然大丈夫でした。いただきます。目が覚めてきました。もう出発しようかなと思ったんですけど、ちょっと小腹空いたんでここでもうパパッと作れる目玉焼き丼食べます。これシンプルでめちゃくちゃ美味しいんですよね。材料は卵とめんつゆで水少々、あとはご飯です。今回はレトルトご飯を使って電子レンジで温めます。作り方は超簡単で、フライパンで目玉焼きを焼きます。カリッカリに焼きます。そして最後にこのめんつゆと水で割っただしをかけて出来上がりです。まずはご飯を温めていきます。あれやっちゃいました。ご飯もうなくなったようです。しょうがないですね。ちょっとサービスエリアで食料何かあるか見てきます。ここの土山サービスエリアはこちら下り線なんですけど、向こう上り線同じエリアなんですね。サービスエリアなんですけど屋台がたくさんあります。コロッケにコーヒー、みたらし団子、アイスクリーム、あ、ここ良さそうですね。頼んでみます。すいません、種焼きのベーコンエッグ1つください。すいません、津餃子1つください。熱々です。これ美味しそうだったんで買ってみました。種焼きベーコンエッグです。あ、中に卵とベーコン入ってます。これ朝にちょうどいいですね。いただきます。中にマヨネーズも入っていて、本当にこれ朝食べたい味ですね。でこの外がたい焼きなんで、なんかたい焼きな感じもあって面白いです。そしてもう一個津餃子、こういうの売ってました。すごい大きい餃子ですね。いただきます。あ、もう身がぎっしりです。めちゃくちゃ美味しいです、ね、外の皮なんですけど、これは焼いてなくて揚げています。パリパリ食感もありですね。さあ、じゃあこのポジション飲んだら行きます。今から行く名阪国道、制限速度低いんですけど坂すごいんですよね。そして道が凸凹です。下りも急、カーブも急と、キャンピングカーにとっては本当に過酷で少し怖いんですが、安全運転で行ってきます。はい、また新名神高速道路に合流したんですけど、今日ですね、すごい風強くてビュンビュン吹いてます。昨日の夜より全然強いです。で車体ちょっと小刻みに入れました。ただ今のところは大丈夫なんですけど、これ以上速度上げたりとか、これ以上風が強くなってくるとちょっと怖そうだなという感じはしました。はい、じゃあここで一旦高速道路出ます。はい、これでお願いします。5100円お願いします。はい、じゃあここから無料のバイパス道路、名阪国道です。やっぱり結構路面が荒れていて、凸凹がたくさんあります。その凸凹を踏むとやっぱり車体は縦の衝撃受けますね。このキャンピングカーはリアがダブルタイヤなんで、タイヤの接地面積も大きくなってよりダイレクトに伝わります。この運転席前はそこまでじゃないんですけど、多分後ろの席はかなり乗り心地は硬いんじゃないかなと思います。ただダブルタイヤの安全面強化がありますんで、トレードオフなんで悩ましいところですね。はい、東湾車線出てきました。かなり急な上り坂を登っています。もうこのトレーラーとか多分全然速度出てないと思います。はい、ちょっと速度下がってきたんでアクセル踏み出します。
そうするとギアが下がってエンジンの回転数が上がって、また速度キープしてくれました。問題ないですね。はい、このきつい途半車線の途中で再加速できるか、前のトラックを追い越してみます。いきます、せーの。はい、アクセル今ベタ踏みです。加速していってます。余裕ですね。問題なく途半車線の途中でも再加速して追い越しできました。難点はですね、やっぱり速度をしてくるとアクセル踏み出すんですけど、エンジン音がかなりうるさくなります。でまた速度だったら順行に入ります。でまた速度下がってくる感じになりますんで、また踏み出すというその繰り返しがあります。やっぱりこの辺はディーゼルエンジンと違うんで、低回転のトルクはないんですけど、エンジンの回転数を上げればかなりパワフルに走ってくれます。まさにガソリンエンジンっていう感じですね。この永遠に続く途半車線、1時間ちょい走って疲れたんで、次のパーキングエリアで少し休憩します。この先にですね、ハリテラスという結構有名なパーキングエリアあるんですけど、そこの温泉がなんと5年ぶりぐらいですかね、ずっと閉まってたんですけど復活しました。ちょっと行ってみます。ハリテラス久々に来ました。駐車場は一番端っこに止めました。前側ちょうどで、運転席側をギリギリぴったしに寄せました。なのでこっち側はちょっと余裕あります。やっぱりこの駐車場 5m×2m 枠に収まるキャンピングカーって楽ですね。ハリテラス奈良県なんですけど、少し標高高いんでひんやりしています。すごい気持ちいいです。ただここから奈良県の平野部に戻るにはかなり急なカーブと急な勾配の下りを下っていきます。キャブコンは車重があるのでしっかり止まってくれるか不安です。とりあえずここでゆっくり休憩します。ここがハリテラスに併設されているハリ温泉ランド。もうずっとやってなくて入りたかったんです。今日はようやく夢が叶います。もう奈良県から自分移住するんで最後のチャンスでした。よかったです。受付終了、準備中。なんと営業時間は朝の7時から10時と夕方の4時から11時までのようです。お昼はやってないんですね。これはショックです。しょうがないですね。何か食べてから帰ります。敷地内に変わったお店ありました。卵かけご飯のお店、珍しいですね。すごい美味しそうです。ちょっと行ってみます。なんと本日定休日、残念です。もうこれはどうしようもないですね。でも卵かけご飯の卵は売ってますね。ちょっとこれだけ持って帰って家で食べます。すみません、この卵ってこの卵かけご飯の卵と一緒ですか？そうです。わかりました。じゃあこれください。はい。家に持って帰って家族で卵かけご飯楽しみます。他にもお店あるんですが、この寂れた感じいいですね。なんかもう一部廃墟化しています。ここの定食屋さんと奈良といえば天理ラーメンもあります。せっかくやし奈良県の思い出に行っときます。日替わり定食のニラ玉も頼みました。それではいただきます。すごいピリ辛でニンニクの味がして美味しいです。これなんですよね。この普通の中華麺、これを待っていました。めちゃくちゃ美味しいです。ごちそうさまでした。今で高速道路、バイパス道路約130キロ走りました。ゴールまでもうちょっとです。はい、じゃあまた合流します。ここ加速車線かなり短いんですよね。フル加速で行きます。はい、無事60キロ到達して合流できました。下りに入ったんですけど、これアクセル離してるだけでも速度がどんどん上がってきます。ただですね、これシフトノブの方にマニュアルモードありました。なんでマニュアルモードにしとくとエンジンブレーキがかかって程よく下がってくれます。はい、ここかなりの下り坂なんですけど、ブレーキしっかり効いてくれます。一旦このマニュアルモードを外して普通に走行してるんですけど、その状態でもブレーキはしっかり効いてくれます。こ
これやっぱりキャブコンにしてはブレーキ性能はいいと思います。自分の乗ってるライドキャブコンの場合、多分これの 1.5 倍ぐらい制動距離が長い気がします。基本的に車間距離を保って走行すればいいんですけど、やっぱり急な割り込みの後に前が詰まってる場合などはヒヤッとしますんで、このブレーキの能力はキャンピングカーの中でもかなり重要だと思います。はい、ようやく平野部町に出ました。それでは高速道路を降りたら最後にこの高速道路とバイパス道路の燃費を計測します。はい、無事高速降りました。約160キロの高速旅終わりました。走行距離は 163.2 キロでした。到着しました。今日はもう家帰るんですけど、明日ナッツ RV さんにこのジープに返す時見積もりしてもらいます。実際の購入金額込み込みでいくらになるのか興味ありますよね。こちらのガソリンモデルとディーゼルモデル両方見積もりしてもらいます。今回の高速道路旅163キロの燃費なんですけど、1リッターあたり 8.95km 走りました。高速道路は80キロ巡航、バイパス道路は60から70キロ巡航でした。走行中のエアコンは半々といった感じです。1リッターあたり 8.95 キロどうでしょうか。これ一般道だったら1リッターあたり7キロぐらいだと思います。最後に高速道路車中旅で感じたメリットデメリットをお伝えします。その前に自分この中の収納を前回の一般道車中泊編でもお伝えできなかったので、今パパッと紹介します。まずは一番使いやすいこの上部収納ですね。ソファーの上に2つあります。そして反対側ギャレにも2つ小さめのやつがあります。そして一番広大なスペース、このリアベッドの下に大きいラゲッジ収納があります。これ外とつながってるんですけど、中からもアクセスできます。メインソファーの下はバッテリーなど入っているんで収納では使えないんですが、この入り口の横のソファー、この下は使えます。このシンクの下に水のタンクあるんですけど、ちょっとだけスペースがあります。そしてキッチンにはこの小物ですね。洗剤とかコップ置くのすごい便利でした。最後入り口、ここは靴を置くスペースがあります。下の段にも収納があります。こんだけ収納あれば家族での車中泊も問題ないと思います。この2段ベッド1個使わないならここを収納にしてもいいですね。あとバンクも使わないようでしたら広大な収納スペースになります。それではメリットデメリットをお伝えします。まずは走行編から。今回はこのガソリンエンジンで高速道路を走行して感じたことです。デメリットからなんですけど、左右ちょっとやっぱ揺れますね。コーナリング時傾きます。そしてトラックを追い越す時も風の風圧ですね、それで少し揺れました。全部のトラックではないんですけど、だいたい3割ぐらいかなって感じでした。ただこれはですね、足張り強化用のオプションがありますので、強化ショックアブソーバーやこの左右の傾きを抑えるスタビライザー、こういったアフターパーツがカムロードの場合社外品でたくさんありますので、後付けして効果を感じるのもキャンピングカーの楽しみですね。前回の一般道編と同じなんですけど、路面のギャップ、衝撃、へこみある時に縦のショックがあります。ガタガタ道の地域はしんどいと思います。これもアフターパーツでリアにエアサスですね、これをつければ改善されるんですが、リアはダブルタイヤでトラックがベースなんで乗り心地はもうそういうもんなんですが、初めて乗る方は不満に思うと思いますのでお伝えしておきます。次メリットなんですけど、このガソリン車ですね。初めてカムロード乗ってみたんですけど、パワーは想像以上でした。高速道路東半車線があるようなきつい上りも80キロキープ問題ないです。そこから再加速もできます。自分はもっと遅いのかなと思っていました。80キロ巡航で走行していて、前の車が遅い時プラス10から20出して追い越しすると思うんですが、実際に追い越ししてみて全くストレスなく追い越しできました。途半車線でも本当に上りのきつい途半車線は最高速度多分90ぐらいだと思います。平地で追い越しするのであれば問題ないですよね。ただですね、きつい上りは頻繁にキックダウンが起こります。速度が下がってきてアクセルを踏むとギアが下がってエンジンの回転数が上がって速度が出ます。そして巡航していたらまたじわじわ下がってきてアクセルを踏み出す、その繰り返しになります。そこだけ問題ないなら価格の安いガソリン車もありだと思います。
先ほど乗り心地悪いといったこのリアダブルタイヤですが、安定感はあるので高速道路横風で揺れてもすぐに戻るので安心感はあります。イメージ的にはゆらっと揺れてすぐに戻る感じです。なので今回高速道路80キロ巡行で強風のところも走りましたが怖くありませんでした。自分の乗ってるライトキャブコンの場合はこの揺れてそのままそっちの方向に流れるようなイメージです。この違いは大きいと思います。次からちょっと細かいんですけど、この運転席助手席にあるシートのこのランバーサポートですね。今回高速道路そうですね 3,4 時間走っていたんですけど全然疲れませんでした。これはかなりいいと思います。やっぱり社外品でクッションとかもあるんですけど、もうこれやっぱりついてる方がずれたりもしなくてちょうど椅子にフィットするのでこっちの方が楽に感じました。次もかなり細かいんですけど、このサイドミラーの視認性ですね。このボディが出てないんで大きいキャブコンより後ろが見やすかったです。ここですね、ここはそんなに出てないんで見やすかったです。次は車内なんですけど、高速道路旅であなたに感じたことをお伝えします。やっぱりエアコンをフル活用するなら鉛バッテリー3つでは足りませんでした。今はもう秋で日中だけつけていて寝るときは消していたんですけど、それでも 50% を下回ることがあったんで、この予備で持ってきたポータブルバッテリーが役に立ちました。このジープには走行充電が強力なんでまだ回復してくれたんですけど、それでもすぐになくなりました。家庭用エアコン使うならやっぱりリチウムバッテリーに変えたいですね。ここのリアの常設2段ベッドの上側なんですけど、これ手届きません。これ今手精一杯伸ばしてる状態なんですけど、ちょうど届きません。で2段ベッドここ跳ね上げ式で取れるんかなと思ったんですけど、これも取れませんでした。なので一度ここ足かけて登って開け閉めしないといけません。やっぱり上らへんってすごい熱い空気溜まるんで、リアの上開けてこのバンクベッドも上開けると結構涼しいんですよね。自分は頻繁にシェードも開け閉めしますんで、毎回登るのは不便だなと思いました。昨日このバンクベッドで寝てみて感想なんですけど、すごい良かったです。自分バンクベッドで寝るのはあんま好きじゃないんですけど、このジープニーは快眠できました。この横幅が広くて寝返り打ち放題で楽だったというのもあるんですけど、この高さですね、実際に寝てみて圧迫感はなかったんで快眠することができました。自分が所有しているライトキャブコンは少し背が低いっていうのもあるんで、結構このバンクベッドが圧迫感あるんですね。なので自分はちょっと苦手でした。ジープニーなら問題ないです。やっぱりキャブコンは壁が厚くできるので遮音性高いんですよね。で今回と昨日も両方とも車内で寝たんですけど問題なく眠れました。昨日の高速道路サービスエリアに限ってはこの後ろエンジンつけてトラックが休まれていて、この横も1個隣でエンジンつけて休まれていました。その状態でもぐっすり眠れたんで遮音性はかなり高いと思います。今回外気温がそんなに高くなかったんで断熱性は調べなかったんですけど、また暑くなってきたり寒くなってきたら調べてみたいと思います。この大きい窓なんですけど、シェードとこの網戸あるところ横にカーテンもあるんですよね。これ結構贅沢ですよね。バンクもついてます。このシェードはあるけどカーテンないところって多いと思うんですよね。リアベッドの窓もカーテンとシェード両方あります。やっぱりシェードだけだと結構圧迫感あるんですよね。そしてこんな感じで窓を開けて網戸にして空気を入れ替えた時カーテンしといたら空気も入れ替わるし、外からの視線も遮ることができます。購入してから後で DIY して自分でカーテンつけなくていいのは嬉しいですね。ちなみにキッチンにはカーテンがついていません。それはここで料理するから危ないからでしょうね。以上が3日間ジープニーと過ごして感じたことです。前回の一般道編はこの動画の説明欄にリンクを掲載しておきます。よかったらチェックお願いします。この3日間で感じたことは、日本の道路事情に合うサイズで一般道も高速も問題なく走行できる万人受けするコスパのいいキャブコンでした。もし自分が購入するとすればガソリンでもいいかなと思いました。もちろん予算があるならディーゼルなんですけど、ガソリンでもここまで走行すれば問題ないですよね。自分の乗っているライトキャブコンガソリンエンジンと比べるとパワーが 1.7 倍ぐらいあります。正直カムロード欲しいです。自分雪の地域に移住するのでいつか四駆に変えようかなと思っていました。今持っているライトキャブコン愛着もあって手放したくないんですけど、肉なんですよね。今からナッツさんで見積もりしていただきます。すみません、南さんありがとうございました。どうもありがとうございました。動画もすごい楽しく作れました。どうもありがとうございました。見積もり書ってできてますかね。そうですね、はい、できております。
ガソリンの2区とはい4区のディーゼルと、はい、作らせてもらいました。これが込み込みの値段なんですね。そうですね。はい。ガソリンの2区が836万約そうですね。はいはい。で、ディーゼルの4区が941万約。そうですね。はい。じゃあプラス100万ぐらいなんですね、差が。そうですね。100万円ちょっとっていう形になります。わかりました。はい。ちなみに納期って今最新で、えはい、いつぐらいなんですか。そうですね。ちょっと今時点の、納期にはなりますけれども、翌年の、はい2024年6月頃のお引き渡し結構早いですね。1年以内。大体そうですね、前後してしまうこともあるんですけれども、はいおおむね、8ヶ月から、ー10ヶ月ほど、頂戴できればという形ですね。じゃあ結構もう本当に買ってちょっと半年ぐらい待ったらもうすぐ納車が見えてくる感じですね。そうですね、今の納期でいくとそんな感じで、わかりました比較的早く楽しんでいただけるかなという感じですね。ちょっと自分今マッシュ乗ってて、はい4区への乗り換えも検討してますんで、なるほどですねはい、ぜひまたちょっと、ね、乗り換えでいくらぐらいになるかとかちょっと計算してみて、ええはい、また自分も検討してみます。ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。どうしましょうか。このマッシュも愛着あるんですが、ただ下取りにしても結構差額が大きいんで、カムロードの中古車も考えながら今後また新たなキャンピングカーも探してみたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。